皆さんお久しぶりです。今日は夏にぜひ男性の方につけてもらいたい、ボミの香水おすすめを紹介していきたいなっていうふうに思います。僕本当に香水がめちゃくちゃ大好きで、本当に暇さえあれば友達と香水屋さんを巡ったりとか、もう匂いフェチなんですよ。僕が香りにこだわる理由っていうのは、やっぱりですね、第一印象ってもちろん容姿だったりとか、話し方、立ち振る舞いだったりとか、本当にいろいろな情報から第一印象って決まると思うんですけど、その中でも特に大事なのって僕香りだと思うんですよ。だから僕が香りにこだわってしまう理由っていうのは、やっぱり初めてお会いした方だったりとか、久しぶりにお会いした方とかに、できればいい印象といいますか、を与えたいっていうのがあって、そこがやっぱり僕が香りにこだわる理由なのかなっていうふうに思います。僕香りの中でもこだわりがあって、何かというと、香りっていっぱいあるじゃないですか。いろんな香りがあるんですけど、その中でも僕が特に好きなのは、ウッディ系、スパイシー系、バニラ系、あとはお線香の香りだったりとかもすごく好きで、なんかすごく深い香りが大好きです。官能的というか、男性としての誘惑的な匂いみたいなんですごく惹かれるので、っていうことをまず抑えながら、今年の夏の皆さんが絶対に万人受けするであろうボミチョイスの香りを紹介していけたらなっていうふうに思います。一番最初はこちらですね。エルメスの H24 オートトワレです。まず最初に説明をすると、僕が一番愛用している香りです。本当におすすめ。多分ベースは水仙とかローズウッドで、多分最終的に本当にこの香りがね、爽やかな匂い、本当に夏を楽しいエキサイティングな夏を思わせるような匂いで、ラグジュアリーホテルとかのロビーとかの匂いわかる？それに近いんだよね。すごく旅行に行ってないけど旅行気分を味わわせてくれるような香りになっていて、本当に僕はこれめっちゃ好きです。友達と会って遊んでいる時にも、何の香水使ってるのって聞くくらい本当にいい匂いなんですよ。なのでおすすめです。香りを試してみてください。次に紹介したいのがこちらですね。トミーニューヨークオートトワレです。で、香水ってまず最初に香る、トップノートがあって、次にミドルノート、最終的に、ラストノートっていう風に、香りって時間が経つにつれて変わっていくんですよ。で、この香りは最初がジャスミンとか洗練された香りっていうものが楽しめて、ちょっと時間が経つとピンクペッパーみたいなちょっとスパイシー系の匂いに変化して、最終的にシダーウッド、ウッディ系に変わっていく、そういう香りになっていて紹介しました。何人かにおすすめです。こちらですね。タンバリンズのブルーヒノキです。この香水はね、すごい思い入れがあって、もう本当にないのよ、中身ないんだけど、捨てられない理由があって、大学生の時に本当にこれが欲しくて、発売当日に大阪に店舗があるんですね。僕大学を京都で通っていたので、京都から大阪まで1時間ぐらいかかるんですよ。で、かけて買いに行きました。このブルーヒノキというものを。だって見てこのパッケージも可愛いし、ちょっとカメラさんついてる。パインとかハイビスカスの香りだったと。で、
ブルーヒノキだけに、多分最後はヒノキ、ウッディ系に変わっていくっていう説明を受けた気がします。なんて言うんだろう。違う夏の楽しみ方ができるというか、南国ってよりかはハワイみたいな、そういう香りを楽しめます。なのでおすすめってな感じでね、今この3つの香りを紹介させていただいたんですけど、これ以外にもおすすめの香りがあって、こちらですね。タムダオっていうものですね。タムダオは、これはもう本当に南国を、想像させるような香りで、シダーウッドの香り。でもなんか、バナナみたいな甘い匂いも含まれてて、あとお線香の匂いも含まれてる気がする。一昨年の12月に、愛用させていただいた香水です。リプティックさんもすごくどの香りも全部いいんだけど、特にね、タムダオは良かったね。夏に限らずに一年中愛用できるものだったから非常におすすめです。一旦このね、4つを紹介させていただきました。この4つが、皆さんが香っても絶対に万人受けするであろう、香りになってます。ここからはボミが特に好きな香り、僕が本当に使っている香りを紹介していけたらなっていうふうに思います。さっき説明したなんかそのエルメス H24、 これも、僕がその2、3年前から使ってるんですけど、これ以外にもこちらですね、こちらオードパルファンロエベエセンシル。これは確かね、バジルとか結構スパイシー系の香りだった気がします。エキゾチックな香りって言いますか、ちょっと官能的というか、なんかそのバジルの香りというか、成分がバジルが含まれているものなのでだし、スパイシー系でちょっとツンツンしている匂い、ツンツンしてるっていうとなんかツンデレみたいな、ツンツンしてるけど甘えた時の香りがすごく癒されると言いますか、なので非常におすすめですこれ伝わってる？おすすめです。次におすすめしたいのがこちらです。ジョーマロンのサイプレス、グレープバインですね。ブドウの甘い香りとウッディの香りと、多分これが一番官能的な香りなんじゃないかなって僕は思います。しかもなんかどこか温かみのあるというか、本当に最近使ってみて、そうですね、ジョー・マロンさんの香水本当にいっぱい使ってたんで、例えばミルランドトンカとか、あとはイングリッシュペアとか、あとねポピー&バーリーとか、あとウッドセージシーソルトかなとかも使ってたんですけど、ミルラトンカおすすめです。ミルラトンカは3年前かな2年前の冬に愛用してました。使ってみてください。おすすめです。次に紹介したいのがこちらですね。またエルメスになっちゃうんだけど、エルメスのバレニアかな、バレニアオートパルフムです。この香りはさっき僕が特にって言って説明したそのスパイシー系ウッディ系とはまたちょっと違って、ベリー系ですね。ちょっと甘い香りなんですけど、これも本当におすすめで、なんかね、深みのあるちょっとスパイシー、自分のね感覚なんだけど、スパイシーというかなんかジンジャーみたいな、ちょっと香ると心が浄化される、なんか温かくなる香りです。人の肌に馴染んだ時に香る香りがめちゃくちゃ良くて、ぜひ紹介したいなと思って今回紹介させていただきました。
その以上3つが僕が本当に良かったなって思った香りです。僕が今年の夏使う香水を紹介しますが、こちらです。シャネルのエゴイストです。はい、これはね、めっちゃいい。多分今年の夏めちゃくちゃ愛用すると思う。何がいいかって、僕最初はね、この多分ね、トップノートがローズマリーかな、ローズマリーとラベンダーで、確かね。で、ラストノートがウッディ系に変わっていったと思うんですよ。で、トップノートは僕あんまりしっくりこなかったんですけど、最後が良かった。なんかウッディ系なんだけど、最初は、あんまり自分の好みじゃないかもって。香りって本当にさ、人それぞれだから、好みがあるから、分かれるじゃん。だけど、そのラストノートの段階になった時に、なんかね、この匂いどこから香る、この香りどこから香るんだろうって思っちゃって。なんか柔軟剤っていうか、すっごい甘い匂いなんだけど、なんかコインランドリーを思い出させるような、自分本当に洗濯物のさ、柔軟剤の匂いかと思って。でもそんなわけないし、こんな近くで香るはずがないし、どこから香るんだろうと思ったら、僕の手の甲から香ってました。はい。それくらいめちゃくちゃいい匂い。今年の夏、マジで大活躍しそうです。シャネルのエゴイストね。以上が僕がおすすめする、香水になります。僕が香水をやめられない理由は、またその香りができるようになったきっかけを知ってから愛用すると、またその違う楽しみ方もできるし、香りって時間が経つとまた変わってくるんです。その人それぞれの肌の馴染みによって香りって変わってくるから、それもすごいなんか興味深いなと思って。一つの香水でいろんな楽しみ方ができるので、僕はやめられないですね。で、あとは香水と香水を重ねて使うっていうやり方もあって、僕本当にそうやって重ねて使ったりもするんですけど、重ねて使うっていう使い方もすごく楽しめるのでおすすめだし、僕が一番アザートテクニックを紹介すると、前につける香水と後ろにつける香水を使い分けたりはしてます。大切な人とね、一緒に過ごすってなった時に、なんかスキンシップとかもあるかもしれないし、わかんないですけどね。後ろからバックハグされるかもしれないし、前からハグをするかもしれないし、それはわからないんですけど、ってなった時に、寝る時用の香水も僕別に使い分けていて、それはまた今度、紹介するつもりではあるんですけど、そう。匂いって大事なんですよ。何回目ってね、話なんですけど。そういう風に使い分けて、ね、いい匂いだねって。いい匂いだね。君いい匂いだねって言ってください。以上が、僕が今年の夏おすすめしたい香水7選でした。7選で合ってるかな、皆さんもなんかボミにおすすめしたい香水あったらコメント欄に書いてください。それではまたお会いしましょう。